はい、こんにちは。今回はですね、このデューンマスターを作ってからどんどん気になってきちゃったあいつを作っていこうと思います。ということで、はい、ドンブリッツァービートル2011。前回のアバンテに引き続き2011シリーズになっちゃったのは偶然です。このブリッツァービートルはですね、もともと1991年にベアホークっていう 2WD バギーがあったんですけど、そのシャーシをベースにトラックボディを搭載したスタジアムブリッツァーっていうモデルが出て、さらにそこから1993年にこのバハバグボディを搭載したブリッツァービートルが登場し、一旦生産終了するも2011年に復刻再販、以来ロングセラーを続ける大人気モデルですね。使用できる純正オプションパーツも少ないので、比較的ですね、お財布に優しいいいモデルじゃないかなと思います。気合い入れればいくらでも金かけれますけどね。ということでですね、今回もタミヤさんが30年以上作り続けてる歴史的なこのマシンを味わいながら作っていこうと思います。テイクパカ。実は中1回確認してんだ。この説明書は一番下にありました。ちょっと全部出していこう。じゃあ細かく見ていただこう。まずはメインシャーシ。質感はプラモデルをちょっと分厚くした感じ。樹脂自体はちょっと柔らかい気がするんですけど、構造で合成を出してるような感じかな。では A パーツ、これはギアボックスですね。 B パーツ、ダンパーステーとバルクヘッド的な。 C パーツはハブ2つあります。 D パーツがバンパーとスキットガードみたいな感じ。それから E パーツがこれなんだろうね、アームっすね。これがアッパーアームかな。でこっちがロアーム。なるほど。で F がない、 G もない、 H もないね。飛ばして L がウィンドウとライトのレンズで、 N がボディポストかな。それから P ドライバーさん。これなかなかお顔がホラーですね。で Q がライトのインナーとかメッキパーツ。ここにねちゃんとフォルクスワーゲンのエンブレムがついてますね。そして箱絵には描かれていないミラー付き。あとはホイールとかワイパーとか、この辺もプラパーツだけど番号は振られてないような感じ。そしてこのボディ、バハバグのねかっちょいいボディですよ。ということでプラスチックパーツはこんな感じになってます。スタイル的には強小のデューンマスターと近い方向性に見えるけれども、コンセプトは全然違うっていうのはもうこの時点で見て取れますよね。じゃあ次に金属パーツ袋詰め見ていこうか。 A の袋、ここにはサスシャフトとかドライブシャフト。 B の袋にはステアリング周りかな。 C はダンパーとかの細かいパーツ。あとはダンパー周りのプラパーツ、 CVA ダンパーですね。でノーマルモーター、これは組み立て工程順に ABC と袋が分かれてる感じ。分かりやすいね。よし、それではいただきます。まずはデフからです。これさっき紹介し忘れてたデフとスパーギア。刃がでけえ。よし、やっていこう。
A の袋でリア周りができましたね。ではここから B の袋を使ったセクションに入ります。フロント周りですね。やっていこう。もうメカが出てくるよ。早いね。で、今回使うサーボはこちら、サボックス SC1251MG。このかっこいいブラックエディションつけていこうと思います。で、久々にね、サーボホーンはノーマル使っていこうと思います。積んでいこう。これ説明書通りだとロゴが逆向いちゃうから試しにいけそうなんで逆でいってみるね。そしてここから C の袋。テンポ早いね。やっていくよ。はい、なんかすげえあっという間にここまでできた。これもうダンパー作ったらほぼ完成だね。すごい作りやすいですよ。まあまあまあ、語るのは最後にして続きやっていこう。ボディは一旦塗らずにそのまま組んで、このステッカーも貼っちゃいましょう。まあ、走らせてボロボロになったら好きなカラーに塗り替えるって感じでやっていこうかな。純正これかっこいいしね。作っていくよ。次にこのナンバープレートをここにつけていくんですけど、本来であればここは接着剤を塗って留めるっていう指示があるんですが、今後ねこれをまた塗ることを考えて、今回は一旦両面テープでつけていこうと思います。
でルーフとワイパー、この2つも接着剤で取り付ける指示があるんですけど、これもまた時が来たら1回外したいので、今回はグルーガンとまずこれで留めていこうと思います。これ箱絵にないミラーね、つけていこうか。結構パツパツだね。怖い。最後にドライバーさん、ここは接着剤使うかな。でね、ここも接着剤でつける指示なんですよね。こっちみんな。あつけよう。はい、つけましょう。結局ここは両面テープでつけた。ステアリングもグルーガンでいいかな。多分また塗るしね。ここも接着剤の指示なんですけど、両面テープでいいかな。あとはステッカー貼って終わりだね。サクサク貼っていこう。完成しましたよ。これすごいね。今回全く塗料に触れてないのにこの仕上がり。テールレンズはね、どうしても塗りたい感じはありますけど、塗らなくても全体的には全然それっぽい。あとはワイパーがオレンジなのでね、なんかちょっと主張が激しい気はしますけど、これはこれでワンポイントになっていい感じかな。まあ今度ね、気になる部分はゆっくり塗っていこうかなと思います。今回は試しに全く塗らずに作るとどうなるかっていうのがちょっとやってみたかったっていうのもあって、少しね我慢しながら作業を進めてみたんですけど、全体的には塗らなくてもそれっぽく仕上がるんだなと。なのでこのブリッツァービートル、塗装が苦手な方にもおすすめできるいいキットですね。でシャーシの方はなんかこう DT02 のご先祖様的な構造という感じですね。比べてみると両方ともリア車軸よりも後ろにモーターを配置した RR レイアウト、サーボの搭載位置やタイロット、ステアリング全体の構造も結構よく似てて、大きな違いはバッテリーの搭載向きとモーターがほぼセンターの DT02 に対してこちらは大きく右にオフセットしてるという感じなので、このシャーシをベースに各種補強して角を削ぎつつ重量バランスを整えたら DT02 が誕生しそうだなと、なんとなくそんなストーリーが見えてくる構造ですね。そしてお気づきの通り、こちら実はモーターをブラシレスモーターに搭載し直しました。一世代前の G フォースさんのモーターでスーパーファスト 13.5 ターン 2760kV のモーターですね。説明書にはキット付属のモーター以外は使用しないでくださいって書いてあるので、使用は自己責任で。なぜこのモーターを搭載したかと言いますと、スタイル的に前に作ったデューンマスターと近い存在感に見えると思います。もちろん RC を長く続けてらっしゃる方からしたら、いやコンセプトから違うから比べてもって思うかもしれません。でも価格差が倍以上違うデューンマスターとこのブリッツァービートル、2台とも同じ RR レイアウトの 2WD モデルですね。速度を揃えて比べたらどんな違いを感じるのか気になるじゃないですか。ということでデューンマスターはギア比1対 8.23、 そして搭載モーターは 2580kV、 タイヤ外径は約 83mm です。つまり 2580kV×7.4V で 19092レボリューションパーミニッツ。これをギア比の 8.23 で割ると 2319.80 以下切り捨て。これがタイヤの回転数。そしてタイヤ外径 83mm× 円周率 3.14 で 260.62mm。 そして2319.80に 260.62 をかけると 604,586.27mm。 これが1分間に進む距離です。これを一旦100万分の1にしてキロメートルに変換すると分速 0.60458627km。 これに60をかけると時速約 36.27km という数字が出てきます。これと同じ計算をこのブリッツァービートルですると、ギア比1対10、モーターは 2760kV、 タイヤ外径は約 96mm なので計算していくと時速約 36.93km という感じで、計算上では時速 1km 以下の差になってます。
重量に関してはこのブリッツァービートルが 1498.5g、 デューンマスターが 1314g、 約 184g このブリッツァービートルが重いので、少しブリッツァービートルの方が速くてもよしとしましょう。ということで次回はこの2台を同時に走行させていこうかなと。スタイル的にはどっちも好きだって方に走りの違いを見ていただこう。これはね、正直私も気になってます。型やエントリー向けモデルとハイエンドがベースのモデル、予想はつくものの実際走らせた時の感覚的な部分だったり、目に見える動きにどんな違いがあるのかということでですね、ぜひ次回もお付き合いいただければ幸いでございます。いやー楽しみだね。終わりー。